一方ですね、より一歩深いところに入っていきますと、これなぜ重要かというテーマっていうよりかは、エネルギーセンターとは何かっていうテーマになるんですけれども、エネルギーセンターもある意味では、レベルがあるっていう捉え方が、できるんですよね。ですから、簡単に言ったらアセンションで言っているエネルギーセンターっていうのと、ちょっとアセンションという文脈じゃないエネルギーセンターっていうのは、ちょっとエネルギーがずれてたりするんですね。どっちがいい悪いっていう話では、ないんですけれども。うんで、ここの感覚も非常に大事で、例えば新地学とか読むとエネルギーセンターについて書かれてるんですけど、でも新地学の本っていうのは非常になんか難しいので、誰も読む気がしないみたいなんですね。あれなんですけど、要するに、例えば新地学で書かれているのは、わかりやすく言ったら非常に肉体寄りのエネルギーセンターっていうのもあるし、工事にもあるし、これ全部の階層にあるんだっていうですね。いうことが、書かれているっていうことですね。うんで、なんか例えば、二人ともね、ハートだともうね、ハートを感じていると思うんですね。うん例えば規定でもどっちでもいい。とりあえず規定っていうときに、例えばなんかお尻がムズムズする。もぞもぞとかムズムズとか、お尻が熱くなるとかいう体感があるわけじゃないですか。でも、イコール規定が活性化しているってわけじゃないですね。うんだから、単にそれは、本当のお尻がムズムズしてるだけなのかもしれないし、あの、なんだろう、ひょっとしたら、いわゆる地上セルフのお尻じゃなくて、ハイヤーセルフのお尻がムズムズしてるだけなのかもしれないし、っていうのがあるので、だから規定で言ったらお尻がムズムズしてるイコール、規定のエネルギーセンターが赤い光線で活性化してるかっていうと別だよということですね。で、アセンションで言ってるこのエネルギーセンターの活性化は光線の活性化なんですよね。光線として、活性化する。ですからよく愛先生がおっしゃっているのは、この、エネルギーセンター色彩だけれども、絵の具の色じゃないんですよ、みたいなですね。ことを言っていて、だから規定の赤が絵の具っぽかったら、それはアセンションで言ってる規定じゃないみたいな、いう感じなんですよね。うんだからハートで思ってもわかると思うんですよ。とにかくハートっていうのをかなり体験してきていると思いますけど、まだ本当にハイヤーセルフとあまりつながっていない人が、ハートって、なんかこういう感じって言っても、ちょっとなんか暗いかもしれないな、みたいなんですね。いうことを感じるかもしれないんですけれども、それと似ているという感じですね。だから、今言いたかったのが、体感っていうのも大事なんですけれども、実は体感だけだと、それが本当に光なのか、ちょっと3D っぽい水っぽい感じなのか、あるいはなんか、ちょっともう光なんだけども、ハイヤーの規定なのか、みたいなのが、わからないみたいなんですね。そういうところがあるんですね。うんで、人工さん、に関して、言うと、感じると、メインがやっぱハートタイプ、ハートですね。ハートのお母さんみたいな、エネルギーっていうのがあって、で、結局、エネルギーセンターの元がやっぱりハートっていう感じで、ハートにもいろいろあって、赤いハートもあれば、ピンクのハートもあってのがあって、それが一番メインセルフみたいな感じだと思うんですけど、でエネルギーセンターっていうのが、7つで言ったら七色みたいなことですよね。だから、実はエネルギーセンター自体も、ハイヤーとも関係してるってことですね。
だからまあ、ジンコさんがまあハートタイプっていうのが、地上セルフだけの話じゃなくて、ハイヤーもハートタイプなんだよっていう、両方なわけじゃないですか。うんだからエネルギーセンターっていうのも、なんか肉体とハイヤーの間なので、に地上セルフ側のまあ、エネルギーとハイヤー側のエネルギーが両方こう影響してくるみたいなんですね。そういう感じなんですよね。うんで、そういう意味で言ったら、ハートっていうのをすごくベースとして感じるんですけれども、それがこう、そのものが光になって、いっているかっていうと、ちょっとそういう感じではないなっていう。ただし、生命エネルギーはある感じがするんですね。うん、っていう、まあ、あんまりこれもこれ以上あんま説明できないんですけれども、今、ジコさんが感じていることとしてはいかがでしょううーん。感じていることは私。うん。でもなんか、地上セルフレベルのハートっていうのが、私的にはしっくりくるっていう感じなんですよね。うん。で、そこにこう連動して、まあ、規定が、ハートと規定で、こう連動して規定も動くという、活性化するっていうのをなんかずっとやってきたような気がして、うん、なのでそれが分かりやすいっていう感じですかね。うん。そうですね。なので、はい。でも今シェアされたエネルギーは1回前のシェアとちょっとやっぱ変わった感じ、質が変わった感じがしますね。規う定ってん。ちょっと微妙にこう変わったっていう感じですね。そういう意味では、こう、エネルギーセンターっていうのも、点なんだけど丸っていう感じですね。うーん。ハートも丸点ですけれども、エネルギーセンターも単に点々点じゃないんですね。ああ、うこれがん。ですね、エネルギーセンターを活性化するポイントですね。うまあ、ん。How to の一つのポイントとして、重要なことが、点々点々だけでやらないっていうこと。うん、確かに。で、点々点だけでやるっていうことは、まあ言ってみればちょっと自分向きっていううん、うん、のみっうん、ていううん。ことですよね。だから、そういう意味ではハートと一緒なんですね。ハートってただ自分を感じてるだけじゃなくて、相うん、うん、手がハートうん、共鳴してる。うん。だからエネルギーセンターも実は点々点々じゃなくて、ハートと一緒でこう空間、うん、後ろの色彩だからまあこういう画像を使っているんですけど、まあそういう意味で言ったら、まあ、今日はそういう服できましたけれども、私っていうこう個人がいて、でそれがまあこう自然界との、うんまあ共鳴するみたいな、うん、うん、まあ、うん。そういう感覚なので、このエネルギーセンターの活性化と自然界との共鳴っていうのはすごいこう関わってるよということうん、です。うん。はい、いかがでしょはい。そうでしたって思い出しましたっていうか。うん。確かに本当に自然界に行くと、その色彩が入ってくる。うん。のもそうですし、うん。ね、アセンション瞑想とかでもね、その神殿に入ってエネルギーを作る、自分のエネルギーを作る、感じる、作るっていうのを、はい、なんか、う。はい、うん、思い出しましたって感じですね。はい。うん。そうです。そうすると、純子さんの背景に色が出てきたって感じですうね。ん。だから最初のシェアの時は、まあ活力はあるんだけれども、なんか光がこ綺麗な色彩で活性化してるかって言ったら、なんかそうではなくて、ですから最初のシェアで感じたエネルギーは、エネルギーセンターの光線じゃなくて気っていう感じですね。うん、うん、うん、うん。気です。うなのん。で、気っていうのと、エネルギーセンターの光線っていうのは一段エネルギーのレベルが違うって感じですね。で、うん。もちろん気っていうのは気合でもあるので、地上セルフが活力を持ってやるために大事なんですけうど、だから気ん。の一個上が
エネルギーセンターの光線っていううんうん感覚なんですね。ただ、気も充実していないと、なんか元気がないのに赤が活性化しましたってないと思うんですよね。うん。確かに。そうそう。だからそういう意味では、元気っていう、その上に光線が成り立つっていう。まあ、うなんか肉体んがあって、その元気っていうのがあって、さらにその上に光線が成り立ってるみたいな、そういう感じですかね。うんうんうんで、まあ、特にこれも丸と点なんだよ。うハーんトは丸と点ですけど、エネルギーセンターは丸と点々点になると思うんですね。う丸点点ん点点点って。そういう、感じですね。うまあ、そのイんメージっていうのは、非常にやっぱ楽器に似ているのかな、結う局。んまあ、リコーダーだと、リコーダーの穴が、エネルギーセンターだとしたら、自分はリコーダーの穴っていう音を持っているんだけれども、周りの自然界の小鳥のさえずりっていう、色であったり、音であったりとも共鳴しているよっていうですね。そういう、まあ、感じですね。はい。そういう意味で言ったら、このハートの丸点のこの丸の中にあるものは、実はエネルギーセンターの、他のエネルギーセンターの共鳴でもあるということだとうん。思います。そうすると、色彩が活性化してくるみたいな。だから、エネルギーセンターを活性化する、まあ一番大事なポイントは、ハートっていう。ハートが活性化しなければ、他のエネルギーセンターが活性化しないっていうことですけれども、でも、そのハートっていう感覚があるから、他のエネルギーセンターも、点々点じゃなくて、点々点々と、この丸っていうのが、まあ、共鳴していける。うん。から、ハートを、まあ、オンリーをやっている時よりも、よりオーケストラになるみたいな。うん。よりたくさんのハーモニーがですね、増えるみたいなね。そういう感じかなと思いますけど、どうでしょうん。うん。なんて言ったらいいのかな。はいしか言いようがないんですけど、うん。なんかすごく意識が広がったっていう。ハートの中に全部があるっていう。なんか、うん。その中心があって、ハートがあって、全部がそこに入ってくるっう。うん。ていう。うん、ああ、だから統合なんだな。ハートに統合してくる。ハートでつながるっていう、なんかすごく、はい、意識がね。うん。ああ、ハートの重要性もものすごく、はい、入ってきた感じです。はい、以上です。そうですね。まさに。なので、最初の話に戻るんですけれども、まあ、なぜ大事かとか、どうやってっていうのを明確にした方がエネルギーワークによりなるっていうことなうんです。ん。だからまあそこが理屈だけじゃないんだ。理屈だけだと、それが結局エネルギーワークにならないよねうと、ん。まあいうことですよね。だから今実際にジンコさんの背景に最初よりずっと彩りを感じるようん。うになった感じですね。で、ハートが出発点で、たくさんの色が入ってくる。だから人生がバラ色、うん。人生が桜色、人生が春色というですね、そういう感じにですね、エネルギーが増えていく。しますし、あの意味ではその方が、一色だと空間が埋まりきらないっていうのもあると。まあ、すごい単純なイメージで言ったら、まあ、ピンクでも赤なんですが、赤一色だと、あの、ここしか埋まらないみたいな。うん。他の七色だと、ここの他の色が全部埋まって空間が
こう、埋まるみたいなんですね。うん。っていう感じで、だから、本当にこう植物は、それ例えてると、本当にこう、まずは幹っていうのがあって、それがまあ我々で言ったら三原則っていう。幹があって、で幹からいろんな枝とか、えーお花がですね、咲いていくっていうんですね。まあそういった感覚だと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん。ここまででですね、まあ、エネルギーセンターなぜ大事かとか、ポイントっていうことをまあお話ししたんですけれども、まあ、まとめますと、まあ、エネルギーを感じるところ、出すところだっていうことと、意外に今ここでこう大事だったことは、何に点々点々点じゃなくて、空間と共鳴して、初めてエネルギーセンターっていうのは活性化するんだっていうことですね。それがまあハートもそうなんだけれども、エネルギーセンターもそうだよということだと思います。うん。で、まあもうそれ自体がまあ実践のまあポイントということになりますけれども、意味はですね、えこれまで取り組んできた、まあ、実際の実践とか体験ですね。そういったエネルギーセンターの活性化ということで、それについて、澤さんに聞いてみたいと思うんですけど、